東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生は韓国出身のベクソンスさんです。 안녕하세요. 한국에서 온 백승수라고 합니다. 잘 부탁드립니다. ありがとうございます。今ベクさんなんて言ったんですか？ こんにちは。韓国から参りました백승수と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。こうやってね、敬語もバッチリ使える上級を今勉強してくれているベクソンさんと今日は進めていきたいと思います。ベクさん、実は私ちょっとこのラジオの話が出た時に韓国の学生ぜひベクソンさんに出てほしいって思って声をかけたんですけど、私が声をかける前からベクさん実は出たいなって思ってくれてたっていう話を聞いて、ラジオ楽しみにしてくれてたんですよね。はい、そうです。前に TLS の YouTube とかいろいろな媒体を通じて、ラジオを聞いたんですけど、これから私も出演したいなという感じですよね。もうそれはめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、では今日ちょっと楽しくおしゃべりをしていきたいと思うんですけれども、韓国出身なんですけど、韓国のどこ？自分は韓国の南のプサンの出身です。なるほどね。南の方のプサンね、から来ましたね。プサンっていうのは韓国の第2の都市だと思うんですけど、どんな街なのかちょっと教えてもらえますか？プサンは海に囲まれていて、海が特に綺麗で、海産物とか韓国の伝統的な食べ物とか市場がまだ残っている都市な感じですね。なるほどね。じゃあ、ソウルってなんかすごくビルがたくさん建ってるようなイメージだけど、それに比べると、結構伝統的な部分もまだ残ってる感じなのかな？そういうこともあるんですが、基本的には第2都市だから、ソウルと似ている部分も多いし、昔の市場とか日本にはない感じの、市場とかそういう伝統的なものがたくさんあります。両立してるんだね。素敵ですね。なるほどなるほど。でね、やっぱりね、食べ物の話ってみんな好きなんですよ。でさっきも私も韓国の食べ物って美味しいよね。でいろいろ教えてもらいたいんだけどさ、プサンの伝統的な食べ物ってさっき言ってくれたのどんなものですか？日本語で豚鍋ということですね。豚鍋？海産物が有名って言ってたから、ぜひなんか海産が来るかと思うけど、豚意外ですね。豚鍋どんなものですか？鍋の中に豚肉とか野菜とかそういうのを混ぜてご飯と一緒に食べたり、鍋に入れて混ぜて食べる形になるんですけど、味はちょっと辛い方もあるし、あんまり辛くない方もあるんです。意外。韓国の食べ物ってなんか全部辛いイメージがあったけど、辛くないのもあるんだ。なるほどね。いや、ご飯も入れて食べるってめちゃくちゃ美味しそうだな。いいな。それってお店で食べるんですか？家で食べるの？大体の人はお店で食べたり、デリバリーしたり、こういう形で。デリバリーしても熱々のものが届くんだ。韓国はとにかく早い文化が多いから、これが20分以内に配達ができるから20分で届くんだ。じゃああったかいまま食べられるね。そっかそっか。いくらぐらいなんですか？自分の家の前の店では300円ぐらいになるんですけど、基本的にソウルとかプサンに行くと700円から800円ぐらいです。でもさ、安いよね。日本でも食べられる？新大久保の方に、韓国の店が多いんですけど、ここに訪れたら多分韓国の値段はないんですけど、1200円ぐらいなら、そんな羨ましいな。そっかそっか、いいな。じゃあちょっと食べ物の話ばっかりするのもあれなんでね、話ちょっと変わるんですけど、韓国っていうともう一個多分日本人イメージがあって、ちょうど秋ぐらいが11月ぐらいかな、大学に入るための試験あるじゃないですか。あの時期になると毎年すごくニュースで、今日は韓国の試験の日で受験生はこんな風に試験会場に行くんですよっていうニュースがたくさん流れるんだけど、私いつもあれ、そんなの嘘でしょって思いながら見てたんだけど、本当なんですか？本当ですね。実際に韓国の大学試験は日本のセンター試験みたいな感じで、11月頃、11月の14日ぐらい、木曜日ぐらいに、大学に入るために試験を受けるんですけど、なんか特徴がいろいろありますが、
例えば受験生だから緊張したりそういうことが多いから、遅刻する場合があるんじゃないんですか。こういう場合を防ぐためにこの日だけは朝に警察とか、韓国の軍隊警察みたいな感じで、受験生を受験の学校前まで連れてきたり、そういうことすごいですよね。これ受験のために警察とか軍隊まで動いちゃうんだね。はい。ベクさんの身近な人、はい、知り合いもこういうことあったんですか？はい、実際に私は韓国の大学試験を受けなかったんですけど、自分の友達を応援するために一緒にバス停で、バスを待っているんですけど、バスが運転停止になって、友達がどうしようかなと思って、私が、それでは警察呼んでくれば大丈夫じゃないって言ったんですけど、警察の方々を呼んでて、実際に自分の友達が警察車を乗って、自分の友達の受験の学校まで連れてくれました。すごいね。日本ではもう絶対にない感覚なんだけど、国中挙げて受験生を応援する日なんだ、その日は。そっかそっか、すごい面白いな。ベクさんそれ受けなかったって言ってたんだけど、日本で大学に行きたいと思ってる。はい。日本の大学で何勉強したいの？最初に私がリヨンに来日してからは、政治についてちょっと深く勉強していきたいと思ったんですけど、自分が実際に東洋言語学院から、勉強してからさまざまな外国人の方はもちろん、リヨン人の先生方もいるから、さまざまな外国人の方と会話しながら、私は国際を利用しながら、政治についてちょっと深く勉強したいと今は考えております。最初オンライン授業を受けてたんだよね、日本になかなか入れなくてね、でその頃にベクさんが政治のこと勉強したいって言ってるのを聞いてたんだけど、日本に来てから日本の環境でいろんな人と出会って、またちょっと考え方が変わってきたってところでね、これも留学のすごくいいところですね。メリットとしてちょっと良いと思いますが、そんなねベクさんをしっかりと私も応援していきたいなと思います。でもさ、ところでなんで、日本で大学行きたいなって思ったの？高校2年生の時、私は日本語を初めて勉強する機会が空前にあって勉強したんですけど、空前に私の親戚が日本の埼玉県に今住んでいるんですけど、ここの親戚の話を聞いてみると、深く感銘を受けました。深く感銘を受けました、難しい言葉今言ってくれたんだけど、感銘を受けたってどんな話？例えば自分の親戚は今中なんですけど、日本の人たちの生活スタイルとか、日本の生活の中で伝統的なものが残っていると聞いて、なんかこれについてちょっと深く感銘を受けました。例えば伝統的なものってもうちょっと具体的に言うとどんなものが好きなの？例えば私が感じたことは、地下鉄に乗ったりそういう道を歩いたりする場合は、韓国の方では昔の服とかはあまり着用しないんですけど、日本人の方々はなんか日常生活の中で着物を着たり、そういう着用したり、他の畳とか家でもあるから、そういうことが伝統的なと思って、日本でも結構若者の間でそういう伝統的な着物とかを着付けを習ってきて、で浅草とか川越とかね、そういう街並みが残ってるところに行って写真撮ってインスタにアップするみたいなのが、またちょっとファッションとして流行ってるところもあったりするよね。それもね、でもそれもいいなって思ってくれるんだっていうのは、ちょっと日本に住んでる私から見たらとても面白い視点だなと思いました。でもう聞いてる皆さんもね、もう分かる通り、もうベクさんの日本語すごく上手なんですよ。かなり上級の学生なんですけど、そんなベクさんでも日本語を勉強するとき苦労したこととかってあるんですか？もちろんありますね。日本語の勉強を始めは基盤は大丈夫だと思ったんですけど、中級になってから韓国で確かに私は入国ができなかったから、韓国で勉強していたから単語とか文法とかは勉強できると思ったんですけど、こうやってやっぱり会話の力が伸びなかったから、これはちょっと苦労だと思います。なるほどね、そっかそっか。読んだり書いたり聞いたりみたいなことは自分でも勉強できるけど、会話する機会っていうのはなかなかなかったのかもしれないね。確かに。今どうですか？今は私が今考えていることが日本語ですぐ
話すことができるんですが、うんうん、昔は実際に東洋言語学院のオンライン授業を受けながら勉強した時、先生さんが声をかけたり、そういうことで緊張すぎて、辞書を調べたりそういうことも多かったんですけど、今は自分の意思で、話ができるから大丈夫です。そうだよね。もうめちゃくちゃスムーズに今話もできてるもんね。そっか。でもそういうふうにね努力をした結果が今のこのベクさんの日本語の力だっていうことですよね。ありがとうございます。ちょっと私も今日頑張ってみたいなって思うんだけどさ、韓国語を今日教えてほしいなと思うんですけど、ソウルの韓国語とベクさんのプサンの韓国語ってなんか違うことあるんですか？リヨンの方も標準語としては全て通用するだと思うんですけど、韓国の方も標準語と他の地方の方々に、方言というものがあるんですけど、自分の場合は、プサンの方言なんですけど、プサンの方はソウルの標準語よりアクセントとかそういうことが、音とか、ソウルの方よりちょっと強いので、他の他人から見るとちょっとあの人怒っているかなという感じなんです。なるほどね。そうなんだ。日本もね、このラジオ大阪ですけれども、大阪の言葉と大阪の方言と、東京の言葉とって結構違うところがあったり、アクセントの違いっていうのもあるなっていうふうに思うんだけど、韓国でもそうなんだね。プサンとソウルアクセントの違いがあるんだ。アクセントが違うから、実際に私感じたことは、プサンの方言というのは、リヨン語のアクセントとかちょっと似てる部分が多くて、プサンの人たちが、リヨン語の学習する、能力がちょっと高いだと私は思います。そうなんだね、それはちょっと初めて聞いた話だった。じゃあプサンの人たちにはどんどん日本語ちょっと勉強してくださいって、おすすめだね。逆に日本の人も、プサンの言葉の方がもしかしたら勉強しやすかったりするのかな。自分は今先でバイトするんですけど、ここの副店長さんが、韓国語が今私のように、韓国語がペラペラになるんですけど、副店長さんの話を聞くと実際に私の同じ出身じゃないかなという感じなんですね。そうなんだ、やっぱ日本人はプサンの韓国語の方が得意なのかもしれないですね、もしかしたら。じゃあ、韓国語をちょっと教えてほしい、プサンの言葉を教えてほしいなと思うんだけどさっき豚鍋の話が出たから、私がプサンに旅行に行った時に美味しい豚鍋が食べたいですっていうためには何て言ったらいい？억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。おっと難しいもう一回ゆっくり教えて。억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 먹고 싶노。 はい、ここはハイトーンで、一気に話したら、진짜 억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 難しいよ。ちょっと待って、食べたいですは何？食べたいです。먹고 싶노。 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 どう。はい。먹고 싶노。 はい。できるかな？難しいですね。じゃあちょっともう一度ゆっくりお願いします。진짜 억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 ちょっとさっきと変わってない？慌てないんです。なんかゆっくりしたらちょっと。そうなんだ。もう一回。진짜 억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 はい。OK？ OK なんですけど、OK です。じゃあちょっとね、ラジオ聞いてる人はもしかしたらできるかもしれないから、ベクさんもう一回ナチュラルスピードで言ってください。美味しい豚鍋を食べたいです。どうぞ。 억수로 맛있는 돼지국밥 먹고 싶노。 皆さんどうですか？できましたか？すいません。じゃあ簡単だって言われたのにちょっと難しかったよ、韓国語。ちょっと聞きたくないけど、私のプサンの言葉何点でしたか？80点です。本当？はい。優しいなってレースの学生ありがとうございます。東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生のナンスタディンジャパンレディオステーション。日本ではね今 K-POP が大流行していますが、もちろん今日 K-POP 紹介してくれるんですよね。はい。でも私はアイドルを紹介したいと思います。いいね。韓国のカールグループみたいな、レッドベルベットのキンダムという歌です。この歌は新の久保でもよく流れていますよ。このグループは日本でも結構人気があるらしいな感じです。ありがとうございます。じゃあそんな日本でも人気のグループの曲、ベクさん紹介してください。皆さん、私が紹介する韓国の歌はレッドベルベットのキンダムという歌です。よく聴いてください。
Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station. ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあ、それではベックさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このコーナーでは日本に来てびっくりしたエピソードを紹介してもらっているんだけれども、はい、ベックさんは日本に来てどれぐらい経ちますか？ TLS に入学したのは昨年の4月ですけど、いろいろ事情になって、入国の時期は昨年の10月末です。そっかそっか、ちょっとねタイミングがちょうどね、はい、10月の終わりぐらいにね、はい、ベックさんの他にもちょうどそのタイミングで日本に来れた学生がね、他にもクラスメートたくさんいたんだけれども、はい、よかったね来れて、はい、あのタイミングでね、はい、よかったです。じゃあもうすぐ1年経つんだけれども、はい、この TLS に入学したのが初めての日本ですか？いえ、私は高校3年生の時に友達と大阪に旅行したことがあります。そっか、大阪、今 TLS はね東京にある学校だけど、はい、なんで大阪に行こうと思ったの？自分は高校2年生頃から日本語の勉強を始めたんですけど、それまで日本語の標準語っていうのか、これを勉強したんですけど、私が勉強した日本語がどこまで通じるかなと思って、これについてちょっと知りたかったし、実際の日本で会話したいと思ったんです。特に大阪を選んだのはもちろんさまざまな場所が良いと思って選びましたが、私の地元プサンと似てる部分が多かったので選びました。大阪とプサン、どんなところが特に似てると思った？大阪とプサンは、各国の第2都市だから、これでちょっと似てるかなと思って、標準語を使わないという点も似てると思って、はい、面白い決め方をしたと思うんだけど、実際にじゃあ大阪に行ってみて、はい、標準語勉強してない標準語と比べてどうだった実際？初めは日本語じゃないな感じになって、私が勉強した日本語はこれかってちょっと慌ててちょっと日本語をあんまり喋らなかったんですけど、標準語とは私が感じたところは、標準語とはちょっとインターネーションとは聞き取りがちょっと難しい時がありました。その時の経験が今私の日本語の実力につなげるんじゃないかなと思います。なるほどね。日本人が聞いてても、関西弁に限らず、いろんな地方とか地域によって特徴的なイントネーションとか、私も使ったことない聞いたことないような単語を使ったりとかっていうのがあるので、その時の経験がもっともっと勉強しようって思った学習欲につながるっていうのはやっぱりすごいストイックだし、積極的だなと思いました。では実際に大阪に行って何か驚いたことがありました？私が今は東京に住んでるんですけれども、もちろん東京でも親切な人がいろいろいましたが、特に大阪では日本人の親切さにちょっと深く、感動とか感銘を受けました。優しかった。例えば私が、大阪で一番有名な寿司屋店で訪れたいと思って、道を迷ったんですけど、百貨店の中で、道をちょっと迷ったんですけど、この職員さんが、この寿司屋さんの位置まで直接自分と友達らを連れてくれて、ちょっと、日本人の方々は親切かなと思いましたね。デパートの中で、デパートの職員の人に聞いたらその人がお店まで連れてってくれた。10分ぐらいかかる距離なんですけど、そうだったんだ。ここまで結構遠かった。プサンではそんなことはないの？こうやって大阪の人々のように直接ここの場所まで連れてくれることは、自分が考えた時はほぼ なかったんですよね。なるほどね。口でね、口頭で地図見ながら説明はしてくれるかもしれないけど、その時は短いね旅行だったと思うんだけど、今ベクさん1年ぐらい経つけど
確かに前回は旅行だったのでちょっと短い滞在だと思ったんですけど、今回はリヨンに来てもうすぐ1年だから、長く住んでみると旅行の時とは違う驚きがいろいろあります。例えばどんなところ？例えば自分が一番びっくりしたのが、リヨンの交通ルールマナーとかそういうことです。リヨンでは歩行者優先で、道路に歩行者を守るための線が描かれていること自体がすごいだと私は思いました。交通ルールね。韓国ではそういう道路に歩行者のためのこう線とかってついてないの？線がちょっと違いますが、自分は韓国で運転免許があるから運転が好きだから韓国に行った時はよく運転していましたが、狭い道とか、歩行者がいると本当に運転しづらかったです。でもそれに韓国では運転免許は1週間あれば、取れますが、でも日本では何ヶ月ぐらいかかるということも、びっくりして、そして交通ルールマナーがいい国だなと思いました。なるほど。韓国で運転免許1週間ぐらい、多分早ければ多分1週間ぐらいになるんですね。私も運転免許を取った時は、半年ぐらいはかかりました。それが1週間。じゃあもう、自分が聞いたわけでは、リヨンの方は運転免許にかかる費用も高いし、なんか期間もなんか長いから、ちょっとこうやって私が感じたびっくりした、交通ルールとかマナーとかが良いんじゃないかと思うんですけど、もちろん韓国でも、運転手さんが全部マナーもいいし、そういうことも多いんですけど、韓国の方はとにかくさっきおっしゃったように早い文化が多いから、交通ルールとしては守らない人もたまたまいるんです。たまにはね、そういう人もねいるかもしれないですね。さっきベクさんが言ってたように歩行者とかもね狭い道を歩いてたりする時もあるけど、日本はね、自転車に乗ってる人が多いですからね。車運転する人はより注意深くやっぱり周りを見る必要があるかなとは思います。TLS のね留学生も自転車で学校に通ってる学生も多いからね。特に警察の方が学校に来てくれて、安全講習の受けたのはリヨンに来てすぐでしたが勉強になりました。もちろん韓国もなんか安全講習とかそういうことはあるんですけど、なんか韓国と日本では、左通行とか、右通行が違うから、私が TLS で防災訓練を受けた時は、警察さんの方々の、教育が私について役に立ったと思います。そっかそっか。 TLS には警察の方が来てくれて、学生たちに対してこう交通ルールを教えてくれたりとか、自転車の乗り方を教えてくれたりっていうの大切な講習でしたね。もちろん韓国の方でもこういう訓練時間があるんですけど、ここ TLS 東洋言語学院は、外国人の方々がとにかく自分の国から、日本に来たから、警察さんの方々がよく、こういう教育とか講習するとき、私はよくしっかり聞いてみました。そうね。やっぱり家族と離れて暮らす皆さん、留学生の皆さんの安全を守るのは私たち学校のね役目だと思ってますから、これからもね困ったことやもちろん嬉しいこととかでもニュースでもいいので、いつでも話を聞かせてほしいなと思います。ベックさん、今日はたくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。私はここまでで、石川さんお返しします。ではベックさん、そろそろですねお別れの時間が近づいてきました。さっき韓国のね K-POP 紹介してもらったんですけど、今度は日本の歌を教えてほしいんですが、どんな曲ですか？実際に私が日本語の勉強を始めた時に、この歌を聴いて日本語の勉強をしました。それは米津玄師さんのレモンという歌です。なるほどね。これ日本でもめちゃくちゃ人気のある曲ですよね。そっか、歌詞さ結構難しいですよね。そうですね。なんか、初めて勉強した時は難しいと思うんですけど、どんどん慣れたら、大丈夫だと思ったんです。そうなんだ。歌詞から勉強するっていうのもいいですね。じゃあ、ベックさんもう一度、日本の曲ですね紹介してください。どうぞ。
皆さん、私が好きな曲は米津玄師さんのレモンです。よく聴いてください。あんにゃーん。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station